こちらでは、イベントスタッフ、美穂も恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、リスに込めた最後の思い。愛知県一宮市のあるイベント会所。秋の風がビルの谷間をすり抜けて、街路樹の葉をそっと揺らしている。美穂は、舞い上がる落ち葉をぼんやりと見つめていた。イベント会社に入社して3年目。今日は朝から妙に胸がざわついていた。社内の打ち合わせで特別な発表があると通達されていたからだ。妙な不安が現実となるまで、そう時間はかからなかった。実は私、川島はこちらにいる女性と結婚することになりました。川島。直属の上司のその言葉が耳に届いた瞬間、里穂の心臓は強く跳ね、次の瞬間にはぎゅっと締め付けられるような痛みが胸を走った。周囲が拍手に包まれ、温かな祝福の空気が流れている中、里穂だけが時間の外に取り残されたように感じていた。そんな、川島は穏やかで優しくて、でも芯の強い人だった。新人の頃から困っていると必ず気づいて声をかけてくれた。緊張してミスをした時も責めることなくフォローしてくれた。その度に胸の中に静かに灯る思いを育んできた。上司と部下という関係をわきまえ、心に秘めてきた気持ちだったけれど、いつしかそれは簡単には抑えられないほど大きくなっていた。川島の隣には、華やかで洗練された雰囲気の女性が微笑んで立っていた。モデルのように整った顔立ちと、品のある佇まい。誰が見ても、川島には彼女が似合っている。あの人なら、川島さんにふさわしい。そう自分に言い聞かせたけれど、胸の奥の苦しさは消えてくれなかった。口合わせが終わった後、川島が不意に里穂に声をかけてきた。田沢さん、ちょっといいかな。はい。声を出すのも少し苦しかった。実はね、結婚式で使うリースを手作りにしたいと思っていて。君、ガーデニングが趣味だって前に言ってたよね。センスもいいし、ぜひ君にお願いできないかな。一瞬、心臓が止まりそうになった。結婚式のリース。それは、新郎新婦の幸せを象徴する特別な飾り。二人の未来を彩るそのリースを自分が作るというのだ。断れば、この痛みから逃れられるかもしれない。けれど、それ以上に、彼との最後のつながりさえも失ってしまう気がした。わかりました。心を込めて作ります。張り裂けそうな胸の内を悟られないように、精一杯の笑顔を浮かべた。その日から、里穂はリース作りに没頭した。休日も、仕事帰りも、花屋や市場を何軒も回った。秋らしい色合いを意識して、色づく葉、ドライフラワー、柔らかな鶴を集める。仕入れた花材を一つ一つ丁寧に並べ、試作を重ねた。このリースに、私の思いを込めよう。でも、それは誰にも知られてはいけない。誰の迷惑にもならないように。作業をしながら何度も自分に言い聞かせた。リースの輪は永遠の幸せを象徴する。でも、自分はその輪の外側にいる。その現実を噛み締めながらも、手を動かすことはやめなかった。作業中、何度も心が揺れた。ふとした瞬間に、川島との思い出が蘇る。初めて褒められた日のこと、ランチをおごってくれた日のこと、仕事帰りにたわいもない会話を交わした日のこと。どれも小さな思い出だけれど、里穂にとっては宝物だった。ある日、川島がアトリエ代わりにしている会議室へ、リース制作の様子を見に来た。うわ、本当に綺麗だな。ありがとうございます。無理してない。忙しいのに。大丈夫です。植物に触れていると気持ちが落ち着くので。それは本当だった。けれど今回の作業は、癒しと痛みが背中合わせだった。指先を動かすたびに、胸の奥がキュッと締め付けられる。それでも、作業は止めなかった。やっぱり、君にお願いしてよかったよ。田沢さんって本当に優しい人だな。その言葉が、刃のように胸に刺さる。優しい人、本当は、ただ諦めが悪いだけなのに。そして結婚式の前日、ついにリースは完成した。直径50センチの輪に、
秋の深まりを感じさせる色彩が広がる。柔らかなオレンジと真紅、黄金色の葉、優雅に絡む鶴、そして静かなアクセントとしてあしらった白い霞草。それは川島の穏やかな笑顔を思い出しながら選んだものだった。これで、本当に最後にしよう。完成したリースを見つめながら、そっと目を閉じる。こみ上げる涙が、静かに頬を伝って落ちた。もう、思っていても仕方がない。私は、私の未来を歩かなきゃいけない。悲しい。でも、涙は止まらなかった。むしろ流れるままに、心の中の思いを洗い流すように泣き続けた。翌日、結婚式当日、美穂は朝早くから会場にリースを届けた。披露宴会場の入り口に飾られた自作のリースは、秋の日差しを受けて優しく輝いていた。幸せを祈るために編んだその輪が、今はまるで自分の別れの儀式のように感じられた。式が始まり、川島が新婦と並んで入場してくる。華やかな拍手の中で微笑み合う二人は、まるで映画のワンシーンのように眩しかった。もう、終わりにしよう。胸の奥から声が響く。もうここにいるのは辛すぎた。そっと席を立ち、会場の外に出た。披露宴会場に併設されたガーデンでは、秋の風が優しく吹き抜け、リースに使った鶴と似た葉がくるくると空を舞っていた。高く澄んだ空は、まるで新しい季節の始まりを告げているようだった。ありがとう先輩、お幸せに。美穂は涙を流しながらもそっと微笑んだ。これが彼の最後の恋心だった。さて、今回は、あなたが選んでくださった短編小説「リースに込めた最後の思い」の抜粋を一緒に深く見ていきたいと思います。はい。これはイベントスタッフとして働く、21歳の田沢理布さんという女性が主人公ですね。え彼女が密かに思いを寄せていた上司川島さんの結婚を知るところから物語がこう動き出すわけですけど。そうですね。しかもただ知るだけじゃなくて、その結婚式の、ウェルカムリース作りを頼まれてしまう。これがかなり心をえぐられるというか厳しい状況ですよね。単なる失恋というだけじゃなくて、その愛する人の、幸せの象徴ともいえるものを自分の手で作らなければいけないっていう、この非常に複雑な心理が描かれていますよね。この痛みを伴う行動を通して彼女がどう感情を整理していくのか、そのプロセスを今日はちょっと深く見ていきたいなと。もしかしたらこれを聞いているあなた自身の経験ともどこか重なる部分があるかもしれませんね。そうかもしれませんね。で、物語は里穂さんが、職場の打ち合わせですね。そこで直属の上司である川島さんの結婚を知るという場面から始まります。はい。周囲はもうわーっと祝福ムードなんですけど、彼女だけがこう衝撃と胸を締め付けられるような痛みに襲われている。周りの祝福と自分の内側の、絶望とのギャップ。これ心理学でいうと認知的不協和みたいな状態に近いのかもしれません。なるほど。受け入れたくない現実とでも抑えきれない感情との間でこう心が引き裂かれるような。しかもその隣に立つ婚約者の姿を見てしまうわけですよね。そうなんです。洗練された雰囲気の方で、で里穂さんはあの人ならふさわしいって自分に言い聞かせようとする。でもやっぱり苦しい。その葛藤が読んでいて本当に痛いほど伝わってきますよね。でさらに追い打ちをかけるように川島さん本人から直接依頼が来る。そう、ここですよね。ガーデニングが趣味でセンスもいい君に結婚式のリースを作ってほしいと個人的に。これは普通に考えたらあまりにもひどい頼みですよね。ですよね。普通ならやっぱり断りたい、あるいはちょっと距離を置きたいところだと思うんです。でもここで興味深いのは彼女が結局これを引き受けるっていう決断をすることなんですよね。そうなんです。断ればある意味痛みからは逃れられるかもしれないのに。ただ単に断れないっていうだけじゃなくて、もしかしたらこれが彼とのその最後の関わりになるかもしれないというような思いもあったのかなと。なるほど。ある種のなんていうかお別れの儀式を自分自身で引き受けるみたいな、そういう
悲痛ではあるけれどもどこか積極的な選択とも取れるかもしれない。深いですね。あなたならもしこういう立場だったらどうしますかね。痛みを避けるか、それともあえて向き合うか。いやー難しい問いですね。でも彼女は向き合うことを選んだ。そうですね。そしてリース作りが始まります。永遠の幸せを象徴するあの円のリースを自分はその輪の外にいながら作るという。この皮肉な状況ですよね。秋らしいちょっと落ち着いた色合いの花材を集めて試作を重ねていく、その作業に没頭していくわけです。この没頭っていうのが一つ、ポイントかなと思いますね。没頭ですか。作業に集中することで辛い現実から一時的に意識をそらすことができる、ある種の癒しになっている側面もあると思うんです。でも同時にその作業自体が川島さんとの楽しかった思い出とかを呼び起こしてしまう。だから胸が締め付けられるような痛みも伴うわけですね。なるほど。癒しと痛みが本当に背中合わせになっている。まさにその通りだと思います。何かを生み出すっていう行為を通じて複雑な感情を整理しようとしているのかもしれない。これ何か創作活動とかされるあなたにももしかしたら心当たりがある感覚かもしれませんね。確かに。そんな中、川島さんが制作の様子を見に来るんですよね。そうなんです。でまた悪気なく声をかける。君にお願いしてよかったとか、本当に優しい人だなとか。これがまた里穂さんの心には深く刺さってしまう。歯のようにって表現されてましたね。悪気がないからこそ余計に鋭く感じてしまう言葉っていうのはありますよね。ありますね。そして式の前日、ついにリースが完成します。秋の深まりを感じさせる色彩、そして川島さんの穏やかな笑顔を持って選んだという白い霞層。この霞層の白がまた何とも言えないですね。で完成したリースを見つめて里穂さんは静かに涙を流すんです。この涙にはどんな意味があるんでしょうね。単なる悲しみだけじゃない気がするんですよね。何か自分の気持ちに区切りをつけようとしているような。私もそう思います。諦めとか失恋の痛みはもちろんあるんでしょうけど、でも同時にやり遂げたっていう達成感とか、達成感。それからもっと大事なのはこれで終わり、自分の未来を歩まなければっていうある種の決意、そういういろんな感情が混じり合った一種のカタルシスというか感情の浄化のような涙とも考えられるかなと。なるほど、カタルシス。感情を出し切ることで次へ進むためのエネルギーをもしかしたら得ようとしているのかもしれないですね。そして結婚式当日を迎えます。会場に飾られた自分が作ったリースを見にして幸せそうな2人を見て、里穂さんは静かに会場を後にする。ガーデンに出て秋風に吹かれながらリースに使った鶴に似た葉っぱが舞うのを見つめるというシーンでこの抜粋は終わるんですね。この最後の場面非常に象徴的ですよね。リースというある意味過去への思いを形にしてそれを手放して、そして新しい季節、つまり彼女自身の新しい始まりの風を感じている。痛みが完全になくなったわけではないんでしょうけど、でも確かに一つの区切りをつけて前に進もうとしている姿。ありがとう先輩、お幸せにっていうあの微笑みが何とも言えないですね。痛みを内包しながらも、でも確かに未来へ向かおうとする意志がそこには感じられますよね。いやー、今回の抜粋は本当に報われない思いに区切りをつける一つの痛ましくも美しい形を描いていたなと。そうですね。里穂さんにとってあのリース作りは祝福であると同時に自身の恋へのお別れの儀式のような行為だったのかもしれないですね。そう解釈することもできますね。非常に静かな強さを感じる物語でした。最後にですね、これを聞いてくださっているあなたに一つ問いかけをさせていただければと思うんですが、この物語の里穂さんのようにですね、辛い感情を整理するためにあえて痛みを伴うような行動を選ぶということが結果的に心の平穏だったり、あるいは次の一歩を踏み出す力につながることって実際にあると思われますか？なるほど。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですね。最後まで聞いていただきありがとうございます。里穂のプロフィールはこちらです。趣味はガーデニング、21歳のイベントスタッフです。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。また
イラストデータをグッズサイト、すずりで配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にも、いいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。